はい、どうもこんにちは。本日はこちら、ワゴン R FTS リミテッドなんですけども、こちらのブレーキが効きがものすごく弱いんですよ。そうなの？この動画でね、台形化のブレーキをやったんですけども、いかんせん効きが弱いということで、よくよく見てみたらですね、ブレーキローターがレコード盤状になってたんで、ブレーキローターの交換をしたいと思います。前外した時にポコってなってた。そう。あれがやっぱダメなの？だいぶ歪みが出てたんで、どうせだったら、新品の5000円のブレーキのローター。これ、とんでもなく安いです。そうなの？安いです。中華製のやつだと思うんで、まあね、果たして交換してみてどうなのかっていうのをやってみたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、早速ブレーキローターを交換したいと思うんですけども、現物はですね、こちらです。はい、ということで、まあ今1枚だけなんですけども、こちらの HA パッドっていうのかな、ハパッドとは読まないと思います。こちらのブレーキローターで、新品、購入しました。赤くないんだ。黒くないんだ。はい、黒くないです。塗らなくていいの？塗ろうかなって思ったんだけど、とりあえず今回はそのまんまつけます。はい。そして、こちらが左右で5000円。後ろはないもんね。後ろはドラムブレーキなのでございません。なので、フロントのブレーキローターをね、交換したいと思います。まず車体を上げましょう。はい。インパクトレンチを持ってない方は、タイヤのホイールをね、緩めてからやってください。相変わらずね、車体がこうやって斜めに。今何したの？今、車体上げました。ホイールナットを緩めましょう。あ、ゴキブリ。やめてやめてあ、ついちゃった。やめてって言われてもやめようがない。言わなくてよかったよ。知らぬが幸せってあるの？これ入らない。17。何回外してんの？まだ覚えられねえの？違う、いろんな車種外してるから忘れちゃう。忘れちゃうってどういうことよ？普通はね、これ純正は19なんですよ。初心者か。よいしょ。はい、外しました。はい。そしたらね、ここの12かな。そうですね。14。ここのナットを14ミリで外したいと思います。で、パッドはね、この間交換したばっかなんですよ。ローターの交換自体はね、そんなに大変でもありません。なんじゃってんの？取れた？ここは取れる。はい、取れました。あ、でも結構きつめだった気がしたね。前回変えるときに、なんか押し込んでたし。あ、あります、あります。あれは何？いらないの？いります、いります。あるの今日？うん、ある。パッドを外して。これもね、後で、変に減っちゃってるんで。なんか、山っぽくなってる。そう。ちょっと均等じゃないんで、これも後で紙やすりでやすります。そのホルダーみたいなやつがそのままだよね。ローター交換するときに外すだけです。今日暑い。暑いよ。だって夏日だもん。ね。猛暑日か。30度超えると。真夏日。25は夏日で、30度を超えると真夏日。35を超えると猛暑日。でもまだこっち神奈川だから。はい、ステーを外しました。はい。ステー外したら、私の車両の場合は、ワイドトレッドスペーサーがついてるんで、これも外します。はい、OK。ワイドトレッドスペーサーを外して、で、このローターを外します。こうやって張り付いちゃってる時、多々ありますんで、一回ハンマーとかで叩いてダメな場合は、ここに穴があるんで、はい。ここにボルトを刺して強制的に動かします。で、ちょうどですね、ここのボルトが、確かね、ここのボルトで使えるんですよ。
これをね、やってみたいと思う。あ、外すのに押すんだ。そう。ボルト締めてことによって。そう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 。へ確かにね、ここのボルトがね、ちょうど使えるんですよ。ほら、こうちょうど合うんですよ。ー。いや、今、ズコって落ちたよ。そして、締めていきます。もう外れたでしょ。うん。外れたのは見えたけど。はい、外れました。はい、結構サビサビなんだね、なんか。サビはどうでもいいんですよ。いいの？まあ、よくはないけど、うん。ここの問題は、このパッドの設置具合。うん。これがやっぱりちゃんと、もうレコード盤状になってるんですよ。表なんか特にこうやってほら。ポコってしてるよね。ギザギザになっちゃってるんで、うん、その分結局設置面積が少ないから、摩擦力が低いと。はい。結果ブレーキが効かないと。内側がすごいボコってる。そうだね。ね。でもこれ結構減っちゃってんだよ、要は。うん、横からの断面で見ると、レコード盤状になっちゃってるんで、ここ見える？この筋入ってる。うん、見えるよ。こういう風になっちゃってるんで、ダメだと。じゃあ、どうせだったら、それ磨けばいいんじゃないの？研磨もあるんだけど、うん。研磨のお金を出すぐらいだったら、うん。新品と1000円とか2000円ぐらいしか変わんないんですよ。それ研磨すればよくてとかじゃなくて？だから研磨もできるけど、うん。範囲があるんですよ。研磨できる範囲が。ああ、その削るのに、そう細かいとこまでいけないんだ。ここまでだったら削れるみたいなのがあるんで、そこはもうプロじゃないとわかんないし。そうだよね。キツキツだよね、この直角のところ。そのコーナーのところが綺麗に磨けるかって言ったら。はい。そしてこれが新品です。できない。新品だから置きたくないんだけど。こうやってレコード盤状になってないんで。これちなみに14インチのブレーキローターに交換したじゃないですか。スイフト用のやつって。っていうのがあるんで、純正の品番だとローター違うんですよ、大きさが。なので、一応スイフトの HT51S 用のやつを買ったんだけど、果たして合うのかどうかがわかりません。合うんじゃないの？多分。ぴったりで。高さも。大丈夫そうだね。大丈夫そうだね。穴位置も OK？ はい。穴の太さも OK？ うん、大丈夫っぽい。はい。じゃあこれポン。雑な。はい。そして、こいつを組みます。はい。新品です。はい、なんか浮いてる感じする。浮いてないです。あ、これ違う。ここの穴位置横向きだったよ。いや、これ回るんだから当たり前。いいの？その穴は関係ないの？いや、これ、ここだって、これじゃあずらしたらいい話だよ。いや、元の位置に戻すのが鉄則じゃん。それは関係ないと思います。はい。なので、これでつきました。ここのボルト先に戻そう。これね。忘れちゃう。やってる最中だからさ、邪魔しないでくれる。いずれにしてもこれもうキャリパー垂れちゃってるから、後での方がいい。それで、まずステイを組みます。それで、こうかぶして。これが固定されないからさ。なんかね、ぴったり貼り付いてない。内側が違うのかな。いや、新しいのはこういうの。サビでへばりついちゃう。サビ落とさんでよかったの、その受け側の。何が？ああ、大丈夫。はまってるから大丈夫。そして、これのステイをつけます。で、デザイン。帽子が邪魔して。はい、痛い。頭そこに入るんだ。大丈夫。年寄りや。そしてこれをつけます。はい。これでつきました。はい。パッドも入れます。パッドは入れる前に、あ、削るか。中古のパッドなんで、そのまま使っちゃうと、また平らじゃない状態で使うような感じになっちゃうんで、これは80万のペーパーです。紙やすい。これを置いて、こうやって削る。平らなところの方がいいね。こっちだ。はい。これで削ります。
ここがまだ削れてるんで。平らになりました。ほら、溝の打った跡が。まだもうちょっとだな。はい、これで完璧になくなりました。はい、じゃあもう一個も。これをはめときます。あ、上からそういう感じでそうです。乗っけるんだ。はい。へー。もう一個削っておきます。これも今こんな感じです。はい。これもまた削るのが大変です。まだまだ。まだまだ。粉もすごいほら。うん。いっぱい出たね。ラストがね。はい、線がなくなりました。はい。はい、そしたらこれを組み込みます。これでパッドも平ら、ローターも平らと。もう片側も同じことやる。そういうことです。頑張って。めんどくさいけどね。パチンって言っはい、これではまりました。た。はい。それで、この残りのキャリパーをはめるんですが、そう、その穴のやつだよ。多分これだとはまらないんで、はまっちゃったね。削った分だけ、まあ減ってはいるよね。うん、ちょうど良くなったのかな。かもしれない。どうせならピストンプーラー使いましょう。はい、こちらでピストンを押すんですけども、うん。外してからね。押すんだけど、これ押すと、前も言った通り、油圧が戻されるんで、上のリザーブタンクが溢れる可能性もあるんで、そこをお気をつけください。はい。ちょっとチェックしながらね。大丈夫です。さっきね、実はちょっと減らしといたんです。はい、こんなもんでいいと思います。はい、戻りました。そしたらこれ入ります。この2本ね。今ほら、タンクはみ出すとかって言ってたからさ、両方やっちゃったら増えちゃうんじゃんってことでしょ？両方？うん。今片側だけじゃん。ああ、まあその後ブレーキやれば。ブレーキもブレーキ踏めばまたピストン押されるから、うん、そうすれば戻ってくる。ある程度。エア抜きするってこと？エア抜きではない。エア抜きじゃないの？うん。これ最初なんか削るときにやらなきゃいけないことないの？何最初削るときって。これ新しいやつじゃん？デスクが新品だからなんかコーティングされてるんじゃないの？最初は、コーティング云々っていうよりも、ブレーキパッドとローターの当たりが取れてないんで、最初のうちはブレーキの効きが弱いです。ガジガジになって摩擦力が上がってからって。ちゃんとしっかり面が取れて、面が取れていけば、しっかりとブレーキ効くようになります。これの面はもうわけがわかんない。そういうのじゃなくてって言ってるじゃん。ゴツ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 ぶつけないで。当たっちゃうんだからしょうがない。最初の頃は当たらないようにそんなことないよ。そんな、なんてまだ影あった。ここ本締めしたっけ？閉めてよ。本締めはちゃんとしましょう。なんか他のことに集中すると忘れちゃうからね。お前がちゃんとしたトークをしないから。違うよ。話しかけたら失敗したお前のせいでって言うじゃんか。言わない。言ったよ。言った試しがない。いっぱい言ってるよ。何するか忘れたとかって言うし。今集中してるの。静かにして。とかって言われる。映ってんの？映ってる？視聴者さんのためだけに頑張ってる。あ、そうなの？そうよ。ためだけに頑張ってるの。ためだけに。そっか。お前の話つまんなくなったな。つまんなくさせたのあんたでしょ。あれじゃないとか。よし。オッケー。できちゃいました。これは？これからつけます。うん。あ、ダメだ。どうしたん？ねじれてる状態でつけてしまったんで、ちょっと一回キャリパー外します。ほら、お前が話しかけっから。そうだよ。違うだろ、だから。
他のことに、ほら、うつつ抜かすからそうなるんだよ。ちゃんと集中して。こっちのセリフね。ここだけ外せばいいんでしょ。うん。あ、向きが違ったってこと？だから言ってんじゃん。うじゅんって。ねじれたって言うから。ねじれてんじゃん。向きじゃねえか。いや、向きはだって同じじゃん。向き一緒なの？一回転か。ホースの？だからそれを言ってる。これ、ブレーキ踏んだら、なんかポコッと閉めたやつが出てくるの？押し出したやつがまた戻ってくる。ブレーキ踏めば、そう。そうすればブレーキのフルードの量もまた少なくなるから。うん。じゃ先に踏まなきゃいけないってことね。あっち側やる前に。まあ、とりあえずね、そっちの方が溢れづらいよね。うん。このワイドトレッドも本締めしないと。はい、これで取っちゃ OK です。はい。タイヤは？タイヤつけます。はい。ということで、片方終わりました。は片方終わったんで、まあ反対もね、同様の作業をしていただければと思いますので、スキップしたいと思います。い。はい。はい、ということでですね、無事、反対側も作業を終えることができました。ご覧ください。ご覧くださいって。ご覧ください。美しいですよ。銀ピカでしょ？うん。ローターもね、新品になって。で、パッドもですね、うん。やはり、こっち側も変な段がついてたんで、うん。耐水ペーパーで削って平らにしました。はい。それから組み上げたんで、パッドもローターも新品みたいな雰囲気でブレーキ使えると思いますんで、はい。まあ今後ね、制動力が向上してるんじゃないかなと思います。ジャッキダウンして、それでスロープから降りるときにちょっと前後したんですけど、うん。それだけでも十分ブレーキのタッチが全然良くなったんで、そうなの？うん、もう間違いなしにブレーキ変わってると思います。エア抜きみたいなやつはやった？エア抜きとかはしなくて大丈夫です。あ。はい。もうこれエア抜きしてるんで、あ。はい、大丈夫です。ということでね、無事にブレーキローターも新品に変わったんで、制動力がね、向上して、まあ安心感もまた一つ増えたんじゃないかなと思います。よかったらね、皆さんの車両もブレーキの効きがあんま良くない、または自分でね、感じられないっていうことなんかもありますんで、マーブラなんかは他の車両なんかと同じ車でブレーキ乗り比べたりとかあるんで、そうだよね。そう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 普段乗ってる車とは違うさ、効き具合っていうの分かるもんね。そうなんですよ。なので、まあ、いろんな車を乗るからこそ、ブレーキが効くだの、効かないだのっていうのがわかるんで、まあ、マーブラの車両はちょっと14インチ化してんのにもかかわらず効かねえかなっていう印象があったので、14インチか？うん。パッドの？だからブレーキローターをでかくしたじゃない。ああ。1インチ。うん。それで制動力上がってるはずなんだけど、その割にはいまいちだなっていうのを感じたんで、うん、まあ今回ね、交換したことによって制動力がまたワンランク上がってんじゃないかなと思います。はい。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やね、コメントなんか、できたらチャンネル登録なんかもね、していただければと思います。ということで、最後にマーブラじゃんけんをしたいと思います。準備はよろしいですか？マーブラじゃんけん、じゃんけんぽいということで、マーブラはパーでございました。汚い手で申し訳ございません。ということで、またお会いしましょう。さよなら。